はいどうも、ムーンベースカズです。いやー、暑いですね。夏の太陽の直射日光、下からの照り返し、そして湿気の多い暑い空気、頭がぼーっとして熱中症になりそうです。ハンディファンだけだと全然体を冷やせないですよね。そこで今回は首元を冷たく冷やすネッククーラーの紹介です。紹介するのはこちら。風を送るだけじゃなくてキンキンに冷たくなる金属プレートで首も冷やすランブーアイスライトマックスの2026年モデルです。名前はネッククーラーなんですが、首を温めるネックウォーマーとして使えたり、送風だけのネックファン、さらに肩こりをほぐすオンシップにもなるんです。なので夏だけでなく冬や春秋の一年中、野外や室内でも使える万能型のネッククーラーなんです。さらに AI 制御で快適な冷たさを保って利用時間も長くしてくれる機能も搭載。アプリにも対応しているんで、首につけたままでも温度調整が簡単。素晴らしく高性能なネッククーラーです。そこでこのランブーアイスライトマックスのディテール、スペック、使い方、使用レビューを詳しく紹介していきます。それでは行ってみましょう。こちらがランブーアイスライトマックスのパッケージです。早速開封していきましょう。まず操作ガイドです。簡単な使い方が一通り書かれています。裏面は保証についてです。保証は1年で、故障した場合は修理じゃなくて新品への交換対応になっています。次にメーカーのランブーについての説明です。ランブーって聞いたことのない人が多いと思いますが、2012年に設立された中国の小型家電メーカーです。ネッククーラーの開発では2014年から11年間、販売では2019年から8年間の実績があります。特許なども多くて信頼できるネッククーラーなんです。はい、本体が出てきました。まずこの箱から開けてみましょう。L 字型の USB 充電コードです。L 字型っていうのがいいですね。使いやすそうです。取扱説明書です。日本語でも書かれています。では本体のディテールを見ていきましょう。本体はプラスチック製ですが、しっかりとした質感で高級感があります。カラーはフロストホワイトです。マットな風合いの白色で上品さがあります。カラーは他にもシックな色合いのアイスブルーとクールなメタリックシルバーがあります。重さは約 520g。長時間使えるバッテリー内蔵モデルとしては標準的な重さです。形は U 字型で、ここを起点に開くようになっています。つなぎ目はシリコン素材です。柔軟に曲がるようになっています。開いた時の広さは8センチから24センチです。いろんな首の太さでもしっかりフィットします。これが首を冷たく冷やすアルミのプレートです。首全体を包むほど幅広です。触るとひんやりしていて熱の伝導率がいいです。冷たい温度がすぐ伝わるようになっています。この中にはペルチェ素子という特殊な半導体チップが入っていて、電気を流す向きによって冷たくなったり熱くなるんです。夏はアルミプレートを冷たくして首を冷やしてくれます。さらに涼しい風も吹き出してくれるんです。ここに高速で回転するファンが内蔵されています。そしてここの穴から空気を吸い込んで首の上と下に風を送るんです。空気を吸い込む穴の形やファンの形が工夫されているんで、髪の毛が中に吸い込まれることはありません。風の吹き出し口はまずはここ。首から上、顔に向かって風を吹き出してくれます。風速は秒速 3.2 メートル。かなり強力です。そしてここからも首から下の背中に向けて風を送ってくれます。メーカーの比較動画を見てみましょう。風もかなり強く吹き出します。他社製品と比べても風速の強さがわかりますね。このプレートと風の冷却性能がすごくて、42.6 度もの高温での環境下で実験したところ、マイナス 23.4 度、19.2 度まで温度を下げてくれました。冷え冷えです。そして金属の網で覆われたこの穴、横のここと内側にそれぞれあります。ここは熱の排出口です。ペルチェ素子は冷たくすると一方で熱も発生するんです。その熱を外に出すのがこの穴です。なので触るとちょっと熱いです。
そしてここが操作ボタンです。電源のオンオフや機能を切り替えます。ここのプラスとマイナスが温度や風速を切り替えるボタンです。ここの黒いパネル、これは表示モニターでバッテリー容量や温度、使用中のモードを表示します。バッテリーは 6000mAh の大容量バッテリーを搭載しています。AI で電力を管理するんで約8時間以上も利用可能です。充電はここの充電用 USB-C 端子を使います。5V 3A の急速充電に対応しています。では使用方法の解説です。使用は本体のスイッチも使えるんですが、アプリを使う方が便利です。アプリはこのランブーを使います。モードは8種類もあります。まずは冷却、冷やすモードです。プレートの温度を16度から30度までで設定できます。風速も無段階で調整できます。ここには周囲の温度が表示されます。次に暖房です。温めるモードですね。プレートの温度を40度から50度までの暑さで設定できます。風速も設定はできますが、風はほとんど出ないです。冬に活躍するモードですね。自然風は風だけが出るモードです。風速の設定はできますが、プレートの温度設定はできません。春や秋など、ちょっと暑くて風だけが欲しいって時に使えるモードです。そして、このモデルの特徴である AI モードです。周囲の温度を自動で感知して、プレートの温度や風速を最適な温度や風速にコントロールするモードです。寒すぎたり暑すぎたりが防げるし、バッテリーの余計な利用も防げます。静音は風を送るファンの音を小さくするモードです。完全に静かになるというより、ちょっと音が小さくなるレベルですね。静音でも風の音はそれなりにします。オンシップはじんわりと首を温めるモードです。プレートの温度は40度固定で優しい暖かさで肩のこりをほぐしたりリラックスができます。冷却優先はとにかく強力に冷やし続けるモードです。その分バッテリーの消費は早くなります。バッテリー優先はバッテリー消費を抑えて冷やすモードです。プレートの冷却を断続的に弱くしたり、風を送るファンの回転を抑えたりしてバッテリー消費を防ぎます。これは電源オフのボタンです。ここで電源を切ることができます。電源のオンはアプリではなくて本体で行います。では実際に使ってみた感想です。まずは冷却性能です。これは涼しくなりますね。冷たくなるメタルプレートと冷たい風、この2つで首周りがしっかりと冷やされます。メタルプレートが冷えるといっても氷を押し付けられたみたいに冷たくて痛いってことはないです。ちゃんと冷たいけど気持ちいい冷たさです。それに周りが熱かったり体温が上がってもプレート自体が冷たさをキープするんでぬるくなったりはしないです。ちゃんと冷たいままなのがいいですね。しかも首の血管を冷やすと冷たくなった血液が頭や体に流れるんで体自体も冷やす効果があるんです。そして冷たい風。この冷たい風が顔や背中にも吹き込むのがいいです。顔や背中って熱くなると汗をかきますよね。この汗を冷たい風で冷やすと汗が乾く時に気化冷却でさらに顔や体を冷やしてくれるんです。なのでより一層顔や体が冷えるんです。これはいいです。それに顔に風が当たるといっても首筋や側面なんです。目に当たることはないんで目が乾かないのもありがたいです。風が強いといっても髪の毛が上に舞い上がるほどではないです。しっかり風を感じても髪は自然なままなのがいいですね。実際に30度近い気温の中で使ったんですが、ネッククーラーをつけている時は汗をかかなかったんですが、外した途端体が熱くなって汗が出てきました。ちゃんとクーラーの効果はありますね。風の音は風速の設定でかなり変わります。風速が弱いと風の音はほとんど気にならないです。ハンディファンよりはかなり静かです。風速を上げていくと風の音もどんどん大きくなります。会話の音が聞こえないほどではないんですが、野外の音楽フェスなどで使うには風の音が音楽の邪魔になりそうです。あと室内で使う場合は周りの人が気にしそうです。まあ室内で使う分にはプレートがしっかり冷やしてくれるんで、風速は最弱でも涼しく過ごせます。このネッククーラー、暖房モードがあるのがいいですね。首元をポカポカと気持ちよく温めてくれます。
外で使うときはネッククーラーの上からマフラーを巻けば暖かさが逃げなくて首にこたつをつけたみたいになりそうです。真冬も活躍するのがありがたいです。そしてオンシップモード、これもいいです。つけっぱなしでも暑すぎることはないです。じんわりした暖かさで首の筋肉や血管を温めてコリをほぐしてくれます。これは一年中使えますね。ネッククーラーのフィット感もいいです。520g の重量ありますが、形や重量バランスがいいんでしょうね。首につけるとほとんど重さが気になりません。つけることで首が凝るとかはないです。首を曲げても邪魔にはなりませんね。思いっきり走ってもずれたり外れることはないです。ちなみにバイクでの利用ですが、ヘルメットをつけた状態でもこのネッククーラーは装着できます。首も普通に動かせますが、安全面を考えるとあまりおすすめはしません。バイクの場合は水で濡らした接触冷感のマフラーを巻く方が良さそうです。アプリ対応なのも便利です。ネッククーラーって首につけてるから現在の設定温度とかモードとか表示が見えないんですよ。だからといっていちいち操作のたびにつけたり外したりするのは面倒です。でもアプリがあるとネッククーラーをつけたままでも温度や風速の設定ができるんで便利です。しかも細かく設定できるので使い勝手がいいんです。では総合評価です。野外で作業をする人、特に両手を使って作業する人や一年中外でも家でも首を冷たくしたり温めて快適な温度にしたい人にはおすすめのネッククーラーです。とにかくしっかり冷やせるし温めもできる万能型のネッククーラー&ウォーマーです。価格はそれなりにしますが、一年中外でも家でも使えることを考えると妥当な価格と言えそうです。概要欄に割引クーポンも記載しました。セールと併用するとかなり安く買うこともできます。ぜひ使ってみてください。はい、ということで今回はキンキンに冷たくなるプレートと冷たい風で頭と体を冷やすネッククーラーランブーアイスライトマックスの紹介でした。皆さんの快適な生活の参考になると嬉しいです。よければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた見てください。